平山隆夫委員。まず冒頭に1点申し上げておきたいと思います。昨日の総括質疑においてですね、ナチスと本市の行政運営を同一視するかの趣旨での発言がありました。私は極めて危うい話だと思いました。ナチスという言葉を引用だとはいえ、議会の場において引き合いに出すこと自体いかがなものかと思いますし、このような言葉を安易に使う京都市会はとんでもない議会ではないかと、世界各国から非難を浴びるのではないかと、私は強く懸念をいたしますし、厳重に注意を申し上げておきたいと思います。もちろん、我が国は民主主義である以上、一定の主義主張の違いを言葉で戦わせる。その場がこの議会の場でありますし、民主主義が担保される場所としてのここ京都市会。地方自治は民主主義の学校だとも呼ばれますが、不完全かもしれない。その民主主義を可能な限り完全に近づけていくのが、私たち議会人の役割、政治家の役割であるということを改めて皆様と確認をし、今任期最後の総括質疑に臨みたいと思います。そこで令和5年度の予算案から見えてきたものとして、私は今司会のテーマとしてね、デフレマインドからの脱却を果たすということをずっと申し上げてきたんですよ。令和5年度の予算案の大きなポイント、私がポイントとしているのは3つあって、まず1つ目は特別の財源対策からの脱却、すなわち収支均衡に持っていけたことですね。そして2つ目が明るい兆しが見えてきた。ただ一方で、公債償還基金から505億円を取り崩しており、引き続きの財政健全化に向けた改革をこれは止めてはいけない。昨日の津田委員からも言及がありましたけれども、財政健全化に向けた条例なんかがそうでありましょう。そして3つ目が過去最高の市税収入であります。ここを私が最も注目しているんですけれども、コロナ禍、そして物価高騰の最中、決して良いとは言えないね。むしろ厳しいと言われる経済状況である。先ほどご答弁もあったけれども、にもかかわらず、税収が伸びるなんていうことは普通に考えたらありえないわけですよ。この要因はね、私が考えるのは、決して十分ではないにしても、これは国、そして京都府、京都市が、これまでないほどのね、財政出動を伴う様々な施策を構築してきた結果、市中にお金が出回った結果の好循環であるということは、これは明らかだと思うんですよ。対してね、バブル崩壊以降、これ失われた20年、30年というふうに言われてますけれども、それを加速したのは、やはりいわゆる三位一体の改革、そして新自由主義的な発想であると、これは私は思っています。先日の京都府議会において、青木義輝府議が、我が国は国際ね、いわゆる国の債権の方、国際資本主義ではないか、との質疑をされていたかに聞いてるんですけれども、私どももいわゆるそのデフレマインドというのを大きく変えるべき時期に来てるんじゃないかなというふうに思っています。対して今、いわゆる身を切るなんとかっていうのが言われてますけれども、そういったものに代表される歳出削減ありきのね、行財政運営というのは、先ほど申し上げた、いわゆるバブル崩壊以降の失われた20年、30年、そういったものを招いた施策をより一層加速させることに他ならないと、私は思ってますよ。いわゆるデフレマインドの行き着く先のような発想だと思います。今物価高騰の最中ではあるけれども、我が国は相対で見たとき、デフレから脱却できたとは到底言えませんし、すなわち私はそのデフレ脱却のヒントが今回の予算案の税収が増えた部分にあるというふうに認識しておりますけれども、京都市の令和5年度予算案の私が申し上げた部分に関する見解など、そのあたりのご所見をまずはお伺いしたいと思います。坂越副首相。はい、私自身、約30年近く、財政健全化市場主義派と経済重視派の間で仕事をしてきました。三位一体改革、政権交代、リーマンショックと様々な時に様々な議論がございましたが、今から振り返ってみますと、結論としましてはですね、健全化一辺倒では縮小均衡になってしまうなと、成長戦略もしっかり取り組む必要があるというのが1点目の結論で、もう一つの結論としましては、成長戦略に伴う税収増効果は、歳出削減効果をはるかに振り返ってみれば上回る財政効果をもたらしたということだったかなというふうに思っております。
今回の22年ぶりの収支均衡の大きな要因である税収増も、ご指摘の通り、これだけコロナ禍で景気が厳しい中、何も対策をしなければありえなかったものではないかというふうに思っています。100年に一度の危機とも言われる中、国においてリーマンショック時を上回る過去最大の経済対策が講じられました。これにこうしまして本市においても、計12回にわたり累計429億円の地方創生臨時交付金が国から交付され、その財源を活用して国府市と連携しまして市民生活と経済の下支えをしっかりとやってまいりました。この結果、国の税収は令和2年度以降4年度連続で過去最高を更新する。本市においてもリーマンショック時には税収の回復に10年を要しましたが、コロナ時にはわずか2年で回復しまして、令和5年度予算では過去最高を見込んでいると。また、市民所得もコロナ前から増加しております。本市の生活保護率についても、リーマンショック時には5年連続上昇しましたが、今回は、コロナ禍においても生活保護率は上昇しておりません。こうした状況から見ましても、国の事業を得た機動的で大規模な歳出動は、本市の令和5年度予算における22年ぶりの収支均衡の予算に大きく貢献したものというふうに考えております。平山隆夫委員。もうまさに坂越副市長からそのように言っていただいてね、私も非常に心強い、そのように思ったわけですけれども、もう一点ちょっと皆さんに紹介しておきたいなと思うんですけれどね。様々なコロナ対策のために国債を発行しても孫や子に借金を回しているわけではありません。日本銀行が国債を全部買い取っているのです。日本銀行は国の子会社のような存在ですから問題ないのです。信用が高いことが条件ですけどね、国債発行によって起こり得る懸念としてハイパーインフレや円の暴落が言われますが、現実に両方とも起こってないでしょう。インフレどころか、日本はなおデフレ圧力に苦しんでいるんです。もし行き過ぎたインフレの可能性が高まれば、直ちに緊縮財政を行えばいいわけです。こちらね、安倍晋三回顧録という本が最近刊行されてますけれども、そこの一節でね、安倍元総理がおっしゃっておられた言葉として取り上げられてるんですけれども、これは我が国の憲政史上最長の内閣総理大臣がそうおっしゃってるところに、非常に私は重たいものがあるというふうに思っております。もちろん、京都市にはね、通貨発行権等がありませんから、同様のことをせよというふうに私は申し上げているわけではなくてですね、ただ必ずや岸田政権は財政出動を伴う各種施策を取っていかれるというふうに私は認識をしております。そういった時に京都市として、そういった新たな時代に置いていかれてはいけないので、しっかりとそのあたりをご認識していただきたいと思います。ご承知おきの通りですね、今、地方分権と叫ばれて久しい世の中でありますけれども、我が国はやはりまだ中央集権国家でありますよ。京都市だけで何でもできるわけではないんです。その現実を十二分に踏まえていただいて、しっかりと国や京都府、そこら辺との連携を果たしていただきたいと認識しておりますし、その結果が、例えば地下鉄の値上げ回避にもつながったわけじゃないですか。また子ども医療費の拡充にもつながったわけじゃないですか。中学校の全員制給食も国の異次元の子育て支援を受けて、これ忖度同時との思いでですよ、実施をするように舵を切ったわけじゃないですか。そこで、今後の国や府との連携体制についてはいかがであるのか。そして積極的な財政出動を伴う施策を講じるよう、京都市からも国にしっかりと申し上げていくべきだと思いますし、もちろん本市としてもですよ、本市としても財政健全化を見据えた改革をしつつも、これはデフレ脱却することができるように、ゼロゼロ融資の借り換えや国の支援のみならずですよ、支援のみならず、様々なそういった財政出動を伴う施策を実施すべきであると思いますけれども、合わせてそのあたりのご見解はいかがでしょうか。坂越副市長。1年前誰も想定しておりませんでした特別の財源対策をゼロの達成、それから地下鉄の運賃改定の回避が今回実現いたしました。これは国の支援制度の存在が極めて大きいと思っておりまして、改めまして国とのパイプが重要であることを痛感いたしました。先生方のお力添えの賜物だというふうに考えております。この間の様々な経済対策は国府からの支援財源がなければ成り立ちようがなかったものでございます。
先ほども申し上げましたが、地方創生臨時交付金、合計12回にわたり429億円もの財源を国からいただいて、徹底的な経済対策を成し遂げました。今後も予備費等を活用した経済対策等が報じられておりますので、国にも積極的な財政出動を強く要望し、しっかりと歩調を合わせて必要な財政出動を行って、市民や、中小企業の下支えに全力を挙げてまいりたいと考えております。また、子ども医療費の拡充はまさに風刺協調で、双方の英断で実現が可能となったものであります。また、ゼロゼロ融資の返済が本格化する中、国への要望の結果、新しい借り換え保証制度が創設されまして、府と一体となって支援を実施してまいります。暗礁寺川の改修も府市協調で10年早く実現いたしました。引き続き、例えば交付税の算定における大都市需要の反映とか、地下鉄特例債のさらなる延長、から消防ヘリの府との共同運行など、国府の動向が市政に大きく影響する案件も多くございますので、国府とのパイプも活かしまして、連携して取り組んでまいりたいと考えております。平山隆夫委員。ぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。そこでね、私、今よく言ってるんですけれども、現役世代の所得の向上こそね、私はこれ福祉の向上につながるものだというふうに認識してるんですよ。今の年金であったり社会保険料などの構図は、いわゆる現役世代の二人で一人のシニア層を支えているという構造となっておるわけですけれども、対して20年前は、これ4人で1人であったんですね。すなわちこの構図のままですよ。様々な福祉施策を維持向上させるには、このままでは昨今の少子長寿化の流れを見る中で、どう考えても限界が生じる。こういったことは自明の理であるかと思います。ではそれに対応していくにはどうすればいいのか。2人の現役世代を3人、4人に戻す。そして5人、6人へと増やしていく。そういったことも一つでしょう。ただ、どう考えても時間がかかるわけです。その2人を所得を増やすこと。そういったことも重要な話で、こっちの方が単純で早いと思うんですよね。その2人を所得を増やすためのヒントが、令和5年度の予算案であると思いますし、私が先ほどからずっと力説してた内容なんですよ。京都市としてだけで取り組める限界はあるとしても、京都市だけでも取り組めることはあるはずだと思いますし、私が申し上げた課題に対する京都市の認識、そしてそれらの課題を乗り越えるためにどういった取り組みをしていくのか、そのあたりいかがですか。門川市長。はい。今、坂口副市長の方から、いかに国と府と市が、連携が大事かということを説明がありました。この間、本当に国と、町長発信の激論までしながら、地方交税の必要額の確保などなどやってきまして、様々な取り組みをしてきました。引き続き、取り組んでまいります。また、ご指摘の通り、本当に、経済を活性化し、雇用を増やし、そして住宅を増やし、そして産業用地を創出し、都市計画を、景観政策をしっかりと維持しながら見直していく。そしてソフト面で支援策を作っていく。そして京都が元気になって市民所得が上がっていく。そしてまた収支が均衡になりましたんで、府市協調で子ども医療費、あるいは子育て支援、しっかりと取り組んでいく。中学校給食も実施を前提として調査に全員制給食をやっていくと。そういうことも大事であります。もう一点、いかに民間の力、京都には素晴らしい民間の力があります。同時に国内外から京都の魅力に惹かれて、様々な投資をしたいという力もございます。そうしたことも含めて、京都を元気にしていく。そして、文化庁が来るということも含めて、京都から日本中を元気にする。それぐらいの意気込みで取り組んでまいりたい。このように考えております。平山隆夫委員。ぜひちょっと最後にもう一回市長からご見解聞いときたいんですけれども、所得の向上が図されれば、福祉の向上につながる。そしてデフレから脱却をして経済の好循環が果たされれば、必ずや我が国の未来は明るいと。私はこれ確信をいたしております。もちろん、先ほどから申し上げているように、本市のみにおいて成し遂げることができるわけではありませんし、国府市三位一体となってまさに
しっかりと体制構築をしていく、そういったことが重要であろうかと思います。そのためにも、我々がまず囚われているね、財政が厳しいとか、いろいろなこと、これも事実なんですけれども、そういった囚われているデフレマインドからぜひね、脱却をしようではないかということを私は本日申し上げたかったんです。そのヒントが令和5年度の予算案にあるというふうに先ほど来から申し上げているわけですけれども、一定ご理解いただけたんじゃないかなと思いますが、最後市長のご見解、ご説を聞きたい。角川市長。私、市長に就任したときに、過去最悪のリーマンショックで、連結で300億の赤字、そこからの出発でした。その中でも、決して縮小一辺倒になってはならない。福祉や教育、子育て支援、しっかりと、維持していく。向上させていく。さらに国と連携した、成長戦略もやっていく。こういうことでありました。確かに、財政の健全化、これを真正面からやったら縮小均衡になってたと思います。このコロナ禍における国風刺、様々な中小企業対策、市民生活を守る取り組み、これも、大きな効果がありました。同時にコロナ以前の成長戦略、例えば、梅小路等に水族館を誘致し、鉄博を誘致し、駅を作り、そして今そこが、500社、400社、6000人が働く。そして中央市場の再生も含めて、世界一クリエイティブな食と文化とものづくり、こういう街になろうとしている。こういうようなことも、やはり長期展望になって、しっかりと、過剰な投資は飽きませんけど、必要な投資はしていかなければならない。今後とも、財政規律をしっかりと守りながら、民間の力を 100% 生かしながら、しっかりとした成長戦略が大事だと、このように痛感しております。取り組んでまいりたいと思います。